実はこれがミノキシジル外用薬の効果そのものなんですね。こんにちは、自ら発毛の毛発信なし、阿部です。今回は実際の例をもとに、ミノキシジル外用薬は本当に女性の薄毛改善に有効なのかという話と、効果を出すために大切なポイントを3つ解説します。いきなりですが、こちらの女性の薄毛の状態をご覧ください。実際に毎日朝晩 1% のミノキシジル外用薬を6ヶ月間使用した女性の頭頂部です。見た目から言って薄毛が改善した効果があったというふうには見えないと思います。ご本人も特に効果は感じなかったそうです。この女性が使用したのは有名なリアップリジェンヌですが、薄毛で悩む女性なら一度は耳にしたり使用を検討したことがある人も多いんではないでしょうか。しかし結論から言って残念ながら過度な効果の期待はしない方がいいかもしれないです。こちらの動画でも話しましたが、実はミノキシジル外用薬は短い産毛を発毛させる効果はずば抜けているんですが、そこからが問題で、短い産毛が伸びずにそこで成長が止まってしまう場合が多いんです。身に覚えのある女性も多いんではないでしょうか。私は12年間の間、同じような相談を何度も受けてきていますが、そもそものミノキシジル外用薬の効果を勘違いしている人が多いんです。つけるだけで薄毛が改善する方はほとんどいないと言っても過言ではないんではないでしょうか。こちらの女性は半年間続けても見た目の薄毛こそ改善してませんが、このように M 字部分には短い数ミリの発毛があるんです。実はこれがミノキシジル外用薬の効果そのものなんですね。そのため M 字が少し薄毛になってしまった女性については、ミノキシジル外用薬をつけることによって産毛が発毛して薄毛が改善したと言えるかもしれないんです。こちらの女性のお客様の話に戻りますが、実は頭頂部に関しては頭皮環境に問題があったために短い産毛の発毛すらない状況でした。そして頭皮の問題点というのがむくみ、皮脂過剰、血行不良、この魔の3拍子が揃っている点でした。こちらの動画で話しましたが、このような頭皮は一番生えにくい頭皮の一つで、独自に C カスというふうに名前を付けています。そしてこちらがビフォーアフター写真です。こちらのお客様の場合、当店の施術と自宅ケアで頭皮環境を改善できたこともあって、このように最終的には薄毛を改善させることができました。M 字部分もこのように産毛だけではなくて、そこから伸ばして三角形の薄毛の状態を角度を緩やかにすることができました。つむじもこのようにパックリ割れがなくなり、頭皮の透けが改善しています。乾燥もこのようにいただきまして、しっかりと効果を実感していただくことができました。来店前まで使用していたミノキシジル外用薬はそのまま使い続けていただきました。ミノキシジル外用薬は短い毛が発毛している場合が多いので、それを使用をやめた途端、この短い産毛すら抜けてしまうと思った方がいいです。そして頭皮環境ですが、このようにですね、むくみと皮脂と血色が改善してスッキリしています。このように頭皮環境の改善を同時に行うことで、ミノキシジル外用薬をつけるだけでは薄毛が改善しない女性も発毛効果を高められる可能性があるんです。お近くにスーパースカルプ発毛センターがある方は、ぜひ体験コースを検討していただきたいと思います。そして近くにサロンがない方におすすめのセルフケアとしては、この3つがあります。適度な運動、ストレスケア、高コレステロール予防、この3つです。適度な運動はこの動画でも話しましたが、頭皮の毛細血管を健康な状態にするために不可欠です。1週間に3回20分程度の有酸素運動や日頃からのストレッチ、かかと上げのようなふくらはぎの収縮運動などが有効です。そしてストレスは交感神経を刺激して男性ホルモンの量を増やします。実は男性ホルモンが過剰に増えると皮脂が増えるんです。そしてこちらの頭皮画像は女性特有の疾患で多嚢胞性卵巣症候群という男性ホルモンが過剰になる病気になっている女性の頭皮です。皮脂でベタベタになっていますね。このように男性ホルモンは皮脂を増やすんです。過剰な皮脂は毛穴や毛根に炎症を起こして髪の成長を妨げてしまいます。このような頭皮ですと、仮にミノキシジルタブレットを飲んだとしても効果が出ない場合もあるんです。最後にコレステロールが増えると、これもまた男性ホルモンが過剰になり、皮脂が過剰になります。男性ホルモンはコレステロールを元に作られるためです。そのため普段の食事から肉中心の洋食に偏っているということであれば、こういった孫は優しいといった低脂質でビタミンミネラルが豊富な昔ながらの和食に切り替えることが薄毛対策としてはすごく有効です。
こういった大切な要素はこちらの動画でまとめて話していますので、ぜひ参考になさってください。というわけで今回は女性がミノキシジル外用薬を使う際に気をつけてほしい点、3つのポイントを解説しました。この動画が参考になったという方は高評価、チャンネル登録、通知をオンにして次回の動画もぜひご覧ください。それでは今後も薄毛治療頑張っていきましょう。